はい、今日は新生姜の甘酢漬け、ガリ漬けを作っていきます。今日紹介するレシピは僕が八百屋さんに勤めていた時に、お客さんに、教えていたレシピになります。レシピ検索、大体お寿司屋さんの作り方とか出てきて、湯通しとかするんですね。で、僕の作り方は湯通ししないので、何が違うかっていうと、まず選び方、切り方ですね。ここを工夫すると湯通ししなくても柔らかく食べれますんで、その辺のやり方、ポイントを押さえながら、教えていきたいと思います。新生姜の方 400g 用意しました。まずですね、選び方のポイントとしては、新生姜の柔らかいところってこの先っぽの枝分かれした部分なんですね。この根元の部分、ここが一番硬くて、枝分かれしたこの部分が柔らかい。どうせだったら柔らかい部分いっぱい食べたいので、この枝のいっぱいあるやつ、そして枝のでかいやつ、この根元の部分が小さくて、枝の部分がいっぱいあって大きいやつっていうのを選ぶようにしてください。あとですね、色も結構重要で、茶色くなってくると筋っぽくなってきちゃうんで、白っぽいやつ、黄色よりももっと白っぽいやつで、特にこの柔らかい部分が、白っぽいやつ、これすごく美味しい証拠なんで、この色と形ですねに、ちょっと着目して選んでもらえればいいかと思います。はい、では生姜の方を切っていきます。まずですね、皮を剥く前に、こればらしていきます。この根元の部分と枝の部分、この部分でですね、分けていきたいんで、根元の部分のこの枝分かれしている先っちょの部分ですね、ここを落としていきます。で、切り方もですね、この枝の部分と根っこの部分で変えていきますんで、必ず切った後分かるようにしておいてください。で、皮をですね、薄く剥きたいんで、僕ピーラーでもう簡単にやっちゃいます。で、この赤い部分ですね、ここの部分は、つけた時にここから赤い色出ますんで、必ずこれ、つけたまま調理していきます。もうピーラーでざっくり、あと凹凸があるんですが、そんなに細かく剥かなくてもいいかなって、思います。気になる人はこの凹凸落としてですね、綺麗な円柱状とかにして皮を剥いてもらえればいいかと思います。ただこの先っぽの部分、ここもですね、かなり柔らかくて美味しいので、この凹凸のこの尖ったところ、実はここごちそうなんで、もう落とさずにですね、調理してもらいたいと思います。はい、皮剥き終わりました。この3本が枝の部分で、こいつが根っこの部分です。で、まず最初にこの赤い部分残してほしいって言ったんですけども、赤い部分で、ちょっと変色してる部分があったら、その部分はですね、もう切り落としちゃって、ください。はい、そして、まずですね、枝の方からいきましょうか。枝の方はこれもうすごい柔らかいんで、細かくしちゃうともったいないです。なので、商品名言っちゃうと岩下の新生姜みたいなスティック状にして、ちょっと大きめにしてですね、かじって食べるのが美味しいと思います。なのでこれ4分割していきます。で、4分割する際ですね、この繊維の方向を見極めます。大体ですね、この縦方向に繊維走ってますんで、繊維に沿ってですね、包丁の方を入れてください。4分割はこの繊維を切る形ではなく、繊維に沿った形で分割していきます。なので、縦に1本入れてやって、それをですね、また半分にしてやれば、これで美味しい生姜漬けできますんで。この先っぽの部分はですね、本当に柔らかくて美味しいんで、細かくするのはおすすめしません。もうこの状態で食べるのが一番美味しいと思います。で、こっちの根元の部分ですね、こっちは逆に筋張ってて硬いので、同じ切り方をしちゃうと噛み切れないです。筋がちょっと邪魔して。なので、これはですね、逆に筋を切ってやります。繊維の向き、この向きで、この個体の場合は走ってますんで、先ほどは切るなといった方向ですね、この横方向、この
横方向に切ってやって、根元の部分の場合は繊維を断ち切ってやります。なのでよく見かける、お寿司屋さんで見るガリ漬けの薄切りにしてやるのが、この部分はいいかと思います。で、根っこの部分はですね、根っこじゃない、この赤いところですね。これわざとこうやって、大きめに残しておいてください。これ色出ますんで、これ必ず残してやって一緒に漬け込むようにしてやってください。はい、根っこの部分はこのぐらいで、薄めに薄切りに切ってあげます。はい、切り分け終わりました。この根元の薄切りの方と穂先のですね、この柔らかい部分、スティック状に切り分けました。この後お寿司屋さんとかのレシピだと湯通しするんですが、僕は湯通しなしでやっていきます。そもそもですね、お寿司屋さんでこのでっかいやつつけないと思うんで、そもそものちょっとゴールがですね全然違いますんで、僕は僕の八百屋さんのレシピで、ちょっとやっていきたいと思います。はい、では漬けだれ甘酢作っていきます。ベースはですねお酢ですね。お酢の方 200ml 入れます。今日用意した新生姜 400g なんで、半分の 200ml を入れます。用意した新生姜の半数って覚えてもらえれば簡単かなと思います。で、お酢に対してですね、これ砂糖ですね。砂糖も 200g です。甘酢の分量は1対1、お酢と砂糖1対1なので、新生姜 400g に対して、半分のお酢、200ml、200ml に対して1対1の砂糖なんで 200ml 対、お砂糖 200g になります。八百屋さんってめんどくさがりなんで、もう教えやすい分量が一番なんですね。なのでもう1対1って、決めちゃって、教えてます。これ、結構基本の分量なんで、お好みによってお砂糖の分量を変えてもらえれば、甘いのが好きな人、ちょっと、甘さ控えめが好きな人で、ちょっとお砂糖の方でですね調整してもらえればいいかと思います。で、砂糖とお酢鍋の方に入れたら、これ火をつけてですね、沸騰させてください。お酢を沸騰させるっていうのはちょっとなんかイメージないかと思いますが、一回煮沸をしてですね、煮沸が、何秒かしたら、火を止めます。はい、甘酢の方が沸騰したら、火を止めます。で、火を止めたこの甘酢の方にですね、この新生姜切ったやつをそのまま入れてっちゃいます。煮えちゃわないのか心配かもしれませんが、大丈夫です。火を止めた状態の甘酢であれば、シャキシャキ食感が残りますんで、問題なく。で、逆にですね、この火を止めた状態からお酢が粗熱が取れてですね冷めていく段階で、この生姜の方にですね酢がどんどん入っていきます。もう味が入りやすいので、この作り方推奨してます。はい、粗熱が取れましたんで、タッパーに移してですね、こいつを丸1日ですね、冷蔵庫で冷やせば完成になります。